こんにちは、ドロです。このチャンネルでは中高年初心者を対象に世界の株価指数、それからコモディティ商品、金とか銀とか農業商品ですね。たまにビットコインといった仮想通貨、いろんな銘柄を安く楽しく投資をして皆さんと一緒に学べるチャンネルをということで考えています。概要欄の方にチャート名、それから証券会社の方貼ってありますので、参考にしてください。銘柄とかあと操作方法ね、リクエストコメントをお待ちしております。またこのチャンネルね、共感できるよ、応援したいよっていう方ぜひね、チャンネル登録の方よろしくお願いいたします。さて、今日の画面ですけど、あと2回ぐらいね、ポストプライムのことで、皆さんにたくさんコメントをいただいたので、ちょっとこうやってスクロールしながら、SNS のことをね、ちょっと話していきたいなと思っています。今回はこういうふうに、紹介をね、させてもらいたいなと思ってですね。はい。SNS を投稿するとね、僕、投稿する内容を作る時間より、自分の投稿がどう思われてるのかとか、時間を取ってしまうんじゃないかなって思ってるんです。で、その時間って本当はいるのかなと思うんですね。人間の心理。これ投資でも似てて、買った銘柄に対して当然値動きが気になるじゃないですか。そうすると多分短期間でやってる人もそうですけど、で、ここで感情が生まれるんですね。やっぱりこの感情って、じゃあ行動してるのって言ったらそうでもなくて、なんていうのかな。いらない感情じゃないですか。はい。学びにもならないし。で、こういういらない感情というのを、排除したかったっていうのもあります。で、物を書くんだったら、SNS じゃなくて本を書けばいいのかなとか思ったり、これは、やっぱり時間がね、もったいない。一番いいことっていうのは、これ SNS をやめてっていうか、関わり方を変えたので、やっぱ夜ね、寝れるようになりましたね。アメリカの株をやっていったっていうのもありますけど、今は、いいねをつけて、朝と夜、に、皆さんの投稿を、新聞記事の感覚ですね。はい。気軽なので別にフォロワーが、ね、いようがいまいが当然関係ないし、ポストプライムのいいところは、経済とか、教養とか、そういう関心の持ってらっしゃる多いから、経済ニュースよりね、ポストプライムを眺めて見た方が、こういうトレンドになってるなとか、例えば昨日だったらイーサが最高値だなって、テスラが落ちたなとか、傾向がわかるじゃないですか。僕はポストプライムを流し読みした方が、よっぽどその注目度とかもわかりやすいなと思うんですね。新聞読みみたいな形でさせていただいています。今日のこのテーマになるんですけど、待つこと。情報に踊らされるな、米国株という風にさせてもらいました。自分もトレーダーとしては、まず、チャートを見て、それからニュースを見るという風になってます。やっぱこれ逆だとですね、買い煽り、例えばテスラとかもそうですよね。上がったとかと、やっぱり心理的に買いたいなって気持ちになったりとか、情報ってそういう操作があると思うんですよ。で、負の連鎖があると、本当は安く買いたいのに、下がるって言って、もうやばい、これはやばいってなるじゃないですか。そうすると、買いたいって思ってる気持ちじゃなくて、なんか落ちるから売らなきゃいけないのかとか、これトレードとしては逆じゃないですか。で、あんまり情報見ててやるとトレード下手くそになるので、今回はその注目の、米国株の個別銘柄、10銘柄ぐらいかな、紹介したいなと思います。またポストプライムだけではなくてね、いろんなニュースとかを見て、このニュースがどの程度のものかっていうのもね、チャートを見つつお話をしていきたいと思いますので、今日もよろしくお願いいたします。それでは、チャートの方のね、解説の方をしていきたいと思います。今日はですね、数えたら13銘柄やろうと思います。で、前半で7銘柄、後半で6銘柄。で、今回から一緒にチャートを引く銘柄とかね、ないです。で、これ、トレーディングビューでチャートを引くっていう過去デリーを、下にまた作っておきたいと思いますので、またその動画を見ていただいてね、一緒に引いていただきたいなと思います。あとは自分も買いたい銘柄とかは、アラートもね、設定して鳴らしていきたいなと思います。このまた時計がですね、
ちょこちょこ動かしてるとすぐ消えちゃうんですよ。知ってる方いたら教えてほしいと思います。まあ、毎回これつけたり消したりしててもしょうがないので、また消えちゃうと思いますけど、現在11時です。最近ちゃんと9時ぐらいに起きれるようになったんですけど、やっぱり5時ぐらいに寝たりとかしてたので、どうしても午前中起きれなかったんですよ。やっぱね、健康にね、午前中起きるのいいですね。もう、はい。メタから行きますね。トレーディングビューは、Facebook のまんまメタになってました。はい。4時間足です。で、まあ、いろいろ騒がれたメタですけども、チャートを見ていただくと、まあ、9月の10日からは、ダーッと落としてるんですね。前の確かシステム障害がありましたよね。そこでドーンと落として不信感があって、っていうことで、10月の27日が底値で、そこから、まあどういうタイミングでこのメタっていう話をしたのかわかんないです。そこから上がってきたということで、ザッカーバーグうまいですよね。もしかしてこれ、分かってたのかな。でも言ってる割にはチャートを見ていただくと、まだそんなに急上昇して、一応僕の方は、バイレベルが4になってます。まあ、期待もあるということで。ただ、今買う時期ではないっていうことで、下がってきたところ、この矢印のところの 308.47 っていうところを指しております。で、証拠金の方が7600円 ×2 です。という内容になります。じゃあ次行きますね。はい。テスラでございます。昨日、今日言ってましたね。皆さん。ツイッターでイーロン・マスクが、株売っちゃおっかなーって投票してたみたいですね。はい。で、まだ売ってないけど、この噂で、やばいと思って、みんな売りまくってるという。まあ、本当に騒がしい、銘柄だと思います。当然ですけど、もう僕はこのチャートを書いたときに、この急上昇した上昇チャンネル、下降チャンネルが書けないですよね。チャートでテクニカルをやる人間からしたら、このテスラは困ったもんです。で、一応、ショート検討っていう形で入れてます。場合はもう 880.87 で、ここまで下がってこないと買う意思が僕はなかったので、もう踊らされないぞと、これは。昨日。1023ですよね。精神的に良くないですね。もし、ショートをするんであれば、1133点、このあたりでショートしてもいいかなと思いますけど、まあ、ショートも読めないわ、と感じですね。株でこんなブリンブリン上がるやつはあるのかと思いますよね。本当にSNS とかも含めて踊らされないようにしてくださいね。はい。本当思います。いい銘柄もっとたくさんありますしね。はい。次行きますね。フォードですね。いやーもうフォード復活おめでとうございますって感じですね。脱コロナもそうですけど、あとマカベイさんのね、米国株のジム・クレーマーさんの見てて、フォードが上がってること、ジム・クレーマーさんも喜んでたみたいですね。はい。ですね、自動車会社がこんだけ右肩上がりになってるのは、買うかどうかはこれ別問題ですね。チャート分析をフォードはちょっとしてなかったので、やっぱり乗り遅れたかなという感じですね。観光株とかにね、頭がいってしまって、当然車の会社もエネルギーもね、上がってくるのに、まあ見落としてました。で、一応バイレベルが3ということで、16.64。まあこれも下がってきたところで、拾っていけたらいいなと思う銘柄になってます。自動車会社ね、安いんですよね。そういえば、ゼネラルモーターズも安いですよね。1ロットが454円でかける2になってます。1000円で、フォードを買えるのでね、待っていただきたいなと思います。なので、アラートを入れます。レベル3ですけどね。これちょっと感情が入ってるかな？好きだっていう感情、銘柄を好き嫌いで。でも皆さんもありますよね。銘柄これは好き、これは嫌いって。それぐらいで選んでもいいですよね。はい。アラート 16.64 で入れました。はい。次行きますね。NVIDIA ですね。チャートが上に突き抜けちゃってる。すごいですね、これ。10% ぐらい上がって下がったんですね。NVIDIA は確か、ファンダで言うと、メタバースの、要はパソコンの仮想空間の中で、やっぱコンピューター CPU ですのでね、NVIDIA に来てるんじゃないかなと思います。バイレベルは3です。
買いたいんですけど、あんまりにも高すぎちゃって買けないです。上昇トレンドすらも合わせられないですもん。もうここですね。もうここです。なので、買いたいんだけど、この3は当分買えないだろうと。追いかけたりしたらもう怪我しますしね。ここまで下がってくるかはわかりません。だけど踊らされちゃいけないよっていうことで、240で買い場という風になってます。証拠金が6900円 ×2 ということで、ここまで落ちてきたらいつか買いたいなっていう感じです。はい、次行きますね。マイクロソフトですね。いや、マイクロソフトも本当に決算も良かったし、で、マイクロソフトの形状で、素晴らしいなと思ったのが103損になったんですね。いやー、これ、一時期売りかなと思ってた時期があったんですけど、この、10月のこのあたりですね。はい。アップルも下がっていた時にマイクロソフトも落とすかなと思ったら、いっちゃいましたね。はい。これも、すいません。追いかけません。レベル3で 304.6 ですね。で、設定をしています。今は買えないけど、どうだろうな。これね、上がり続けるってここまでね、ないと思うんですね。ただまた何か独占禁止法とかそういう規制がかかる場合、仮想通貨もそうですけど、きっと株価を下げる要因って規制がかかる場合っていうのは必ずね、落ちてきたりします。システムがおかしくなったりとか、直接関わるものだったら落ちますけど、それよりも、政治絡みというか法律絡みっていうことで落としてくる可能性はあります。でもこれはいつかわからないんですよね。私たちはその拾えるようにここで待ちましょうっていうふうに考えていった方がいいと思います。証拠金が7500円 ×2 になってます。はい。じゃあ、次行きますね。Adobe ですね。Adobe は僕はレベル4にしてますけど、もうちょっと上かな。もうここね、ちょっと買いたいなと思ってる銘柄の一つですね。5月から7月夏場にかけてかなり調子が良かったですよね。10月の時下げてくれたんですよ。ちょっとね、見落としですね。これからしっかりね、分析もしていきたいと思うんでね。582.91 です。ここで設定するんですけど、買いたい方は、Adobe は 610.75 のここでもいいと思います。一応僕の場合ちょっと582.91 でアラートの方を鳴らさせていただきますね。82.91。証拠金が 15,000×2 なので、3万円用意していただければいいかなと思います。Adobe 用落ちてくれって感じですね。前半最後ですね。エネルギー会社ですね。シェボロンですね。もうエネルギー会社がこんだけ上がってると、脱コロナになってきたなっていう。本当は石油ってエネルギーの関係で少しずつ電気にね、変わってくる。っていうことで、長期で見れば、原油っていうのは、ある程度、少なくなってくるのかなとか、でも今の状態からしたら、エネルギーっていうのは、必要だし、ただ、またこれもそうですけど、シェブロンをじゃあ食いついて買うかって言ったら、僕も、200日移動平均線のあたりまで来たら買いたいなということで、出遅れたからもう次拾うところで待とうということで、このレベル3で 103.13 になっております。そうですね。買いたい方は 107.58 のこのサポートラインでもいいかなと思うんですけど、ちょっと今回はアラートは鳴らさないですね。はい。2600円 ×2 になってます。5000円ほど用意してください。前半戦は以上になります。後半戦。後半は金融関係、フィンテック、それから、ビットコインと連動している企業っていうのもあるので、その観点からもね、お話をしていきたいなと思いますので、よろしくお願いいたします。それでは、後半戦の、チャート分析の方行きたいと思います。出しましたのが、ペイパルですね。いやー、ペイパルやりましたね。僕これ作ってる時にレベル5でして、だいぶペイパルがお手頃になってきたなと思ってた時に、決算が失敗したのかなで、報道が昨日ですかね。もう針のように、下がってました。で、
これジム・クレーマーさんの方も言ってましたけど、別にペイパルが倒産するわけじゃないと思うんですよ。で、チャートは、こういう状態ですけど、このペイパルは、よりレベル5になったかなと思います。ただ、すいません、こんだけ下げたので、やっぱり上がってくる状況を見ながら買いたいですよね。ちょっとここは設定を今ここで変えますね。はい。このレベルは、そうですね。テクニカル上だとここのサポートラインがいいかなと思います。ですね。なので、まず書きますね。205.02 ですね。205.02。今ちょっとなんか中国が下がったんですかね。アラートが鳴ってました。また後でちょっと見ます。で、チャートの方をちょっと修正を。ここに関しては変わらないですね。上昇トレンド、下降トレンド変わりません。そうですね。この利確ラインもここでいいですね。形状的には上がって下がって上がってくる時に買いたいですね。なのでアラートは仕掛けるんですけど、この形状を見て買います。205.02 ですね。今 205.39 なんだ。まあこれ多分、ファンダだけで考えちゃう人は怖いと思うんですよ。お買い得だという判断で。はい。5100円 ×2 ですね。まあ今回ここが一番ペイパルが注目じゃないですかね。はい。じゃあ次行きますね。フィンテック会社でスクエアですね。スクエアも実はいい銘柄だと思っています。もともとは去年ぐらいからしっかり上昇トレンドに乗っていた銘柄です。はい。フィンテックはこれからでもペイパルもそうですけど決算とか支払いだとかはもうキャッシュレスになってきてるじゃないですか。で、アメリカンエクスプレスとかビザとかマスターカードっていうクレジット、物品の支払いだけじゃなくって自動車税とかは確かペイパルで払ったと思うんですよね。公共料金だったり、フィンテックっていうのはすごく使われてるはず。で、これからももっと使いやすい形になってくると思ってるので、お買い得の時に買いたいので、スクエアは 222.23 ですね。ここも、ちょっと落としてきたらいいとこですね。はい。すいません。これもアラート鳴らしますね。アメリカ株やっぱ楽しいですね。こんな言い方一緒に。いや、そう。日本の株で皆さんでまた教えていただきたいんですけど、ペイペイ証券ってやってらっしゃいますか？日本株の CFD の会社ですよね。で、最近チラチラと見るんですけど、まだ CFD の日本株をやってる人で解説とか YouTube とか見たことないんですよね。口座使って実際にトレードすればいいんですけど、トヨタとかね、ニンテンドとか CFD だったら安くできる。ただ、やっぱりレバレッジが変えられるかどうかが気になるんですね。CFD で普通の個別株5倍でやるっていうのは、信用取引よりリスクなので、またなんか情報があったら教えていただきたいなと思ってます。はい、次行きますね。コインベースですね。いやー、コインベース IPO してね、どうなるかと思ったんですけど、はい。いや、やっぱ、これも仮想通貨と連動している影響もあると思いますよね。コインベースいつ上場したんでしたっけ？ 4 月ですか。はい。で、GMO クリック証券もこうやって、コインベースを商品として取り上げてくれた時、本当嬉しかったですね。今回のこの GMO が、ペイパルとスクエアとコインベースと次にあるマイクロストラテジー、ここをね、取り入れてくれたっていうのはね、やるな GMO と思いましたね。はい。マイクロストラテジーもギューッとビットコインのように上がっちゃってますので、ちょっと、なんていうのかな、出遅れ感ですけど、レベル3になってます。下がってきた時で買いたいので、297.96 に設定してあります。この今回のね、全部レベル3はね、下がってきた時に買いたいな、いいレベル3になってますね。はい。ニュースの場合、これ読まないので、レベル3って書いてあれば、どういうことかなと思うかもしれないですけど、一応、解説動画もね、これから作っていきたいので、このニュースで出しているものは、こういう意味ですよっていうのもね、伝えていきたいなと思います。
8000円 ×2 になってますね。はい。次行きますね。マイクロストラテジーですね。ビットコインをこのマイクロストラテジーの CEO はどこまで持ってるかで、もうビットコインが上がるとこの会社の時価総額が上がるっていうぐらい持ってらっしゃるのかな。マイクロストラテジーは確かビットコインを480円近辺で買ってたんじゃないかな。今、日本円だとビットコインはいくらでしたっけ ?700 万ぐらいでしたっけ。それだけ保有をしている。あ、なんか、あれアップルが今日 CEO のクックが仮想通貨のこと言ってましたね。個人資産なのかな。はい。マイクロストラテジーはこれも上がりすぎです。レベル3の 731.38 で設定してあります。落ちてきたら買いたいと思ってます。はい。19,300×2。はい。その、ビットコインになりますね。米国株と連動している仮想通貨ということで、ビットコインを紹介しております。BTC、USD、ドルベースですね。レベル3ですけども、最高値68,500か。まあ、よくここまで上がりましたよ。この ETF の承認からいい材料かなって思っております。このちょうどレンジを形成した、61,878っていうところが買い場。ただまあ、そうですね。この表記なんですけど、GMO クリック証券じゃなくて僕バイナンスっていうところで売買をしているので、ここに3倍まで1ヶ月から2ヶ月ほどっていうふうに書いておきます。手数料が高いためっていうのは、バイナンスもバイビットもそうですけど、バイナンスは確か8時間で1回かかるんですよ。持ってれば持ってるほど、減価してしまうので、国内は確か3倍もできないんじゃないんです。ビットフライヤーとか DMM とか、あのあたりは2倍までしかできないですけど、はい。以上になります。そうですね。で、次回なんですけども、株価指数、それからコモディティを30銘柄ほどアップしていきたいなと思います。で、解説はたくさんの銘柄をやるとちょっと1個ずつが薄くなっちゃうかもしれないんですけど、まあこれ、ニュース24を作るために、やっていきたいと。いかがだったでしょうかね。今日はね、個別株でいろいろ、話題になっている銘柄とかを出しましたけども、やはりチャートを見て、待つところは待つ。で、買えなかったら、買えなかったなぐらいで、考えていただいた方がいい。本当にSNS とかの情報にね、踊らされないように。はい。ということで、今日はね、これぐらいにしたいと思います。どうもありがとうございました。